おはようございます。今回は方向変色に抗う第2弾です。前回の動画のコメントでへこみ傷で面材の色が剥げていない時クリアのワックスで面出しして完了、このようなパターンに近づけた発想でへこみの中で二重層にしてみてはいかがでしょうと書いてくださって、僕も確かになと思ったので実践してみました。今回の結果はほんの少しだけやっぱやめとこう。では行ってみましょう。とりあえず最初はこの F116 を入れていきます。まずカメラ1、色味はいいですがちょっと濃いですね。カメラ2、色の濃さはいいですが色味が全然違うように見えますね。最終的に全部比べたいので横に傷を作ります。下地処理もしっかりしていきます。次の実験は調色したハードワックスだけ入れていきます。カメラ1、バッチリですね。カメラ2、白すぎますね。次はコメントにもあった内部ワックスは配合色、表層ワックスはクリアで、これを再現してみようと思います。まず調合した色で面を出して周りを拭き取って、シンナーで傷にパテを入れた部分を拭いて少し溶かしてへこませます。ここに半透明の901を入れていきます。周りを拭いて、結果はカメラ1、ちょっとへこませ方が深くて901の白い色味が出たような感じです。カメラ2、調色したハードワックスより少し鈍くなったような感じはしますがあまり変わりません。次は調色したハードワックスの上に薄くハードワックスの138を入れていきます。カメラ2でパテの色が薄くなるのでちょっと濃いめの色です。こんな形で薄く拭き取っています。F138 を薄く入れていきます。ちょっと濃くなりすぎたのでへこませすぎたのが原因だと思い、調色したハードワックスからやり直します。この拭き取りがかなり重要で、深すぎてもダメ、浅すぎてもダメです。138を薄く入れていきます。カメラ1、最後に入れた138の色が少し出ていますが悪くないです。カメラ2、白さが抑えられてこれも悪くないです。この戦法で方向変色に少し抗えそうなのでいろいろ試してみます。次は調色したハードワックスの上に薄く F146 と半透明の901を混ぜたやつを入れていきます。146と901を混ぜていきます。拭き取りはこのぐらいです。充填していきます。楽しみですね。カメラに結構いい感じですね。ってことはですよね。カメラ1、やっぱりちょっと黒いですね。
次は朝食したパテを入れて薄く901と146に金パールを混ぜてトライしてみたいと思います。この二重構造を作るにあたって一番大事なのは後から薄く入れる色の濃さとこの拭き取りでのへこまし方次第で大きく左右されます。例えば後から入れる色が濃いのであれば薄めに入れる、後から入れる色が薄いのであれば少し深めに入れることを意識するといいです。これは深めを意識しています。前の実験で作った901と金パールを混ぜたのをさっき作った901と146の混ぜたやつに混ぜていきます。充填していきます。これここまで来るまでに薄く入れるハードワックスの調色とへこまし方何回もやり直してます。それほどに色の濃さとへこまし方のバランスが難しいです。カメラ2、色も馴染んでて悪くないですね。カメラ1、これもある程度馴染んでいるので OK ラインですね。横に並べて見てみましょう。しかしながら方向変色は少ししていますね。でも方向変色の振り幅はだいぶ縮まったように思います。次はこれをめちゃくちゃ調整してやってみようと思います。これがこの動画の最後の挑戦になるので試行錯誤しながら合わせてみました。充填したパテの部分を拭いているところを注目して見てみてください。後から入れるパテがだいぶ薄くなったので深めに拭き取っています。さあパテの充填です。ここから先は結果を見てみましょう。カメラ1、これはかなりいいですね。金色の黄色みが少し出ていますがいい感じです。カメラ2、これもいい感じですね。この黒ずみはおそらく146の黒ずみだと思います。横に並べて見てみましょう。今まではどっちかが濃くてどっちかが薄いっていう結果ばっかりだったんですが、今回は両方が濃く見えます。っていうことは方向変色をだいぶ抑え込めているということになります。最後にフローリングを動かして全体的に見てみましょう。解説を入れます。調色したハードワックスを見ていてください。ここだけ色が合ってます。あとはずれています。次に調色したハードの上に901、146金パールを調整したやつを見てください。全体的に結構いいんですが、この方向変色には耐えれませんでした。単色のハードワックスを入れただけだと一方向しか合わないのに対し、二重構造でいくと一方向だけ合わないということが分かりました。前の動画よりかなり進歩しました。二重構造でできることは全部やったと思うので、次またアイデアが思い浮かべばチャレンジしてみます。最後までご視聴ありがとうございました。ためになったなと思えばチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。